はいどうもおはようございます。こんにちは、リノです。今日もオットビーの実況を見ていきましょうというところで、今回乗ったのはポーランドの抽選車 BUGI でございます。ティア6になりますね。ということで、今回いろいろね、実況を送ってきたんですけど、ついにヨーロッパ戦車が登場しました。前のね動画でね、ヨーロッパの戦車は、イタリア以外でねあんまり登場しないよっていうことを言ったんですが、ついに、ヨーロッパの、イタリア以外の戦車に乗り始めました。っていう中で、ちょっと前からねスウェーデンとか、エミルのねやつとか乗ってたんですけど、今回このね戦車で、見事ね、いい動画が撮れたので今回紹介することになりました。今回はね戦術解説でもマップ解説でも何でもないんですけど、ただ単に戦車紹介というところでこの BUGI ティア6のね、抽選車、この戦車を紹介していこうと思います。でタイトルになった通りね、このね可愛いねお口がキュートな戦車なんですが、この戦車動画撮った後にねちょっと調べてみて分かったんですけど、砲塔のね、強化が、90センチと90ミリと90ミリと100ミリと、2つね強化先があって、90の後に100ミリがあるんですけど、今これつけてるのが100ミリ砲で、短い方なんで、通称アヒルちゃんみたいに呼ばれてるらしいんですけど、ちょっと調べたところによると、この100ミリ砲の方がなんと90ミリよりちょっと弱いという、ことが判明しました。ということで、このね、実際にはこの100ミリ砲で今頑張ってはいるんですけど、100ミリ砲どこまで通用するのか、敵にどう通用していくのかっていうのをちょっと動画で紹介できたらなというふうに思っています。というところで、今回編成としては重戦車が2体の抽選車2体、軽戦車2体の軽戦車1体の味方の紹介ね、抽選車軽戦車中心の編成だったので、だいたい最初に B を取ってから A に来ています。でこの戦車ちょっとねさっきからすごい頭で弾いてるんですけど、頭ちょっとね硬いんですよ。カンというところで結構こうハルダウンつってね頭だけ出して敵を撃つべきというかちょっと分かんないんですけど、っていうの結構強いなって思ってて、だいぶダメージブロック1000以上の軽くね稼げます毎回。というところで、北側を中心にこの奥のティガーとこのチャッフィーかなを倒していってますね。でそのね可愛いお口の抽選車なんですけど、なんと90ミリの方がなんか相対的になんか攻撃速度とかそういったものの砲塔の弾のね威力とかを見ていくと良いらしくて、ぜひねこの BUGI 乗った時には90ミリにして乗ってみてください。100ミリにすると弱くなるそうです。この100ミリで結構頑張ってるんですけど、100ミリの方が威力は高いんですけど、DPM とかを見ていくと90ミリの方がなんかいいみたいな、ちょっと詳しくはねご自分で調べてくださいっていうちょっと投げやりな感じなんですけど、というところで、敵が A に2つと C 町側に2つと、でここの体力少ないので一発でやっていきます。で残りは、ティア7の2体ですが、味方がちょうど1体やられてますね。残りの味方がティア63人で、B 拠点 A 拠点それぞれ、占拠し B 今ポイントでは有利なところで、今 V 系が狙われているので急いで駆けつけたいところですが、 CS50 にはね敵の CS50 には結構体力がほぼマックスなので、とりあえず体力のないこっちから倒していきたいが、ちょっと難しそう。ポイント的には勝っているがなかなか格上にはなかなかね勝てなさそう。結構ね僕ティア10を乗るのが好きっていうか、結構ティア10の紹介が多いとは思うんですけど、最近ねもともとねこの戦車ゲームやってて思ったのが、やっぱりね格上にはねなかなかこう頑張ってもね勝てないんでね、
こう今ね1対1になりましたが、こう対マンでね格上の選手はね、上手い人は勝てると思うんですけど、同じスキルのプレイヤーだったらどうしてもねやっぱりね格上の方が有利なんですよね。威力といい走行といいトータルね。そうなるとね、なんかあれ言っちゃあれなんですけど、下手な人がティア10乗ってて、でティア9なんかで参戦するとどうしてもやっぱりねティア10の人の動きがね勝敗に左右されるんですよ。それがね何かとね自分の中で気に入らなくて、あまりねティア10以外は乗ってないです。というところで今回はちょっとポイントでね負けちゃいました。ちょっと最後逃げる形だったんですけど、でもそれでも2054ダメージで2000ダメージ防いで M バッジを獲得しています。ということで今回は負けの M バッジ動画です。というところで2本目いきましょう。というところで2本目はなんだっけ、どっかのマップです。でそのねティア10しか乗らないよっていうのはね、その格下で参戦するとどうしてもね格上の戦車ばっかり映っちゃうので、映っちゃうと格上のティア10の戦車の影響が結構大きいので乗ってはないんですけど、今回ねこうやってトップじゃなくてボトムティアでの参戦2戦ともね、ティア6ティア7の中での参戦で、いい動画が撮れてるので、それも紹介していきたいと思います。で今回そのねティア10しか載ってないっていうところで、この動画を紹介してるのは一応ね、自分の中の目標として全部の車両の研究をするというところで、ヨーロッパはね今までねあんまり乗ってはこなかったんですけど、今回ね、他の、国の戦車の研究が終わったので、ヨーロッパに乗っているというところです。とちょっと話は脱線しましたが、今回は重戦車メインの編成ですね。なので、A 側に集まってて、こっち側は僕と T34 で、C を取られている状況で C に SU が見えたので、立ち向かっても高威力でちょっと結構体力を半数削れそうなので、こっちの敵の重戦車の裏取りに来ました。今ね3対4でちょっと有利な場面ではあるんですけど、こっちを早く片付けて、C 側にいる敵を次に倒しに行くという風なね、プランを今考えて動いているところです。ここもう軽戦車とか中戦車でねここね裏取りやすいポジションで、奥側にね敵の奥側に駆逐戦車がいると、この挟もうと思って出てきてはいるんだけど、駆逐で結局またさらに挟まれるというね、ちょっとうまく説明していいかな。その敵の駆逐戦車の居場所が分かってないとそういうのはできないんですけど、 C に SU が見えたのでこっちに駆逐戦車がいないという、敵に挟まれる恐怖はないというところで、ガンガンこうやって挟んで倒していってます。あいにく数的有利もあって簡単に倒せてます。C 側はね味方のね T34 が取ってちゃったんですけど、待ってよ、それで倒してますね。今ね尻が開いちゃった。で残るは、駆逐と軽戦車、貫通はしないというところでちょっと狙って倒していきたいんですが、硬いね SU ね意外とね。ここからは柔らかいんだけどというところでここで駆逐ポジションがやっちゃっていますが、いい感じに敵がいるのでもう一発で倒せそうというところで A 側の、重戦車ルートを敵を撃破して、残るは軽戦車、真ん中のね中心のルートで残りの2つを、撃破するという風なねプランでうまくいきました。あいにくね体力も満タンでここまで来れてるのでだいぶ余裕で来れています。という感じで残り2両をちょっとずつダメージを与えてって残るはザ・フィーの1体ですね。
味方もねここの B で敵をね止めていてくれたおかげで安全に向こうで戦うことができました。最後こいつを頭の硬さを利用して突っ込んで撃破になりますという感じで BUGI の、動画を紹介していきましたがどうだったでしょうか。ひよこのねお口の戦車で、100ミリという風なのはあまり使えない砲塔の戦車だったんですが、ぜひ、90ミリで、皆さんもぜひ乗ってみてください。ここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。